こんにちは、ジャーネです。今回の動画はシェムリアップ大回コースで回った一日、訪れた寺院を詳しく紹介しています。アンコールワットにも再度行って壮大な壁のレリーフもしっかり動画にしました。ぜひ一緒に旅を楽しんでくださいね。おはようございます。おはようございます。今日は12月13日の朝です。今7時で、昨日は大雨降りました。びしょびしょ濡れております。おはようございます。はい、今朝食会場に向かっております。今日の天気は曇りです。まだ誰も来ておりません。こうしましょうか。朝食は4種類から選べますが、フルーツとコーヒーは同じです。私はフォーにしました。アメリカンブレックファースト、卵とパンとジャムとバターでしょう。いただきます。塩コショウやってまいりました。すげえ量です。本日が3日目のトゥクトゥクツアーです。少しおさらいをしてみましょう。1日目は朝日見学の小回りコースでした。4時半出発でアンコールワットの朝日と寺院見学、それから南大門、朝食を食べてバイヨン、パブーオン、それからタケウ、タプローム、バンティアイクディ、最後にスラスランによって14時頃ホテルに戻りました。料金は1人15ドル、2人で30ドルでした。2日目は自分たちでアレンジした場所に行ってもらいました。8時出発で最初にバンティアイスレイ、それからベンメリアに移動しました。ランチをとってからローレイに行き、プリア湖、バコンを巡ってから17時頃ホテルに戻ってきました。遠方まで行ったので1人30ドル、2名で60ドルでした。ティムさんにはよくしていただいたのでチップ10ドルも渡しました。本日3日目は大回りコースですが、最後に再度アンコールワットに行くルートをお願いしました。立ち寄る順番はプレループ、東メボン、タッソム、ニャックポアン、プリアカン、最後にアンコールワットに寄ってもらいます。料金は1人15ドル、2人で30ドルでお願いしました。はい、どうぞ。おしました。おはようございます。ジャーネです。本日12月の13日です。今、カンボジアのシェムリアップにいます。本日の気温、シェムリアップ31度、最高23度になる予想になってます。昨日は夜大雨でどうなることかと思いましたが、今のところ曇っております。はい。なんとか一日天気を持ってもらうと嬉しいです。はい。今日はビッグサークル。そう、大回り行ってきます。大回り行ってきます。ただアンコールワット。アンコールワットちょっと写真撮りたいので寄ってもらうので、はい、今日はビッグサークルの反対回り行きます。今日のトゥクトゥクの運転手さんをティムさんにお願いしてます。はい、非常に親切な方です。はい。安心して任せられてます。安心して任せられます。皆さんもぜひティムさんに。後で紹介して概要欄に、ティムさんのインスタグラム貼っていくので、連絡を取ってガイドしてもらえるかと思います。では行ってきます。行きます。トゥクトゥクを抜いていくっていう。抜いていってます。すごい。先頭一番がいい。後ろを抜いていってます。これツアーなんじゃない？12とか書いてある。12とか書いてあるから。ツアーの人なんじゃない？だからゆっくり走るわけじゃない。前にさ、旗みたいのが12とか書いてあった。書いてあった。ほら。やっぱりこのスタイル。メガネとマスクは必須です。池田か。ため池の近くを通っています。
昔こういうとこ多かったみたいよ。水の中に、真ん中に浮いたように塔があるような場所。今日行く場所ももともとはこういう場所だったけど、もう水が枯れちゃってるというようなところがあるみたいなんです。プレラップテンプルに来ました。ここは死者を葬るときに祀ったような場所と言われております。じゃあねさん、私に説明させて。プレループ寺院はアンコール遺跡群の中の中心部から南東に位置しています。シェムリアップ中心から車で約30分の距離でアクセスでき、比較的観光客が少ない場所にあるため、落ち着いた雰囲気で遺跡を楽しむことができます。寺院は5つの中央とクメール風のピラミッド型の構造を持っていて、周囲を広い回廊が囲んでいます。これらの塔はシバ神を象徴するため、通常は中央に高い塔があり、その周りを小さな塔が囲む構造です。寺院の特徴的な点の一つは高い階段です。この階段を上ることで、参拝者は神聖な領域に到達するという天空の門、ヒンドゥー教の信仰に従っています。最上部に立つと周囲の景色が一望でき、特に夕日や日の出の絶景が見れることで有名です。建物の外壁や内部には装飾的な彫刻が施されていますが、長い年月を経て風化している部分も多くあります。東門側は石の階段です。手すり付きの階段が分かんなかったんじゃない？降りたと。それでは次の場所へ向かいます。エレファント。エレファント。エレファント。メボン寺院に来ました。シバ神を祀った東メボンです。以前は貯水池の中にあったそうです。行けば現在干からびてしまいました。両脇に狛犬がおりますが、あっちの中にも象がいる。両脇には象がおります。東払いという人工の池の中央に位置していたため、かつては池に浮かぶような形で建てられていました。こちらの中の額のようなとこ通っている。額じゃないんだけど、こうやって額になっちゃってると。寺院は山岳寺院のスタイルを採用しており、ヒンドゥー教、仏教における天界を象徴するピラミッド型構造です。寺院は中央に5つの塔を持ち、これらの塔が天の神々を象徴するという意味を持っています。寺院内の壁や塔の外壁には神々の像やヒンドゥー神話を描いた彫刻が施されています。東メボンのこういう石の穴が非常に気になります。これは何のためにあるんでしょうか。みんなでもさ、これさ運ぶときに使ったんでしょうか。それとも何かここに木の棒が立って何か祀っていたのでしょうか。だってみんな開いてるよ。そう、綺麗だから。こういう壁にも穴が開いております。じゃあねさん、調べてみました。レンガに漆喰を接着させるための穴みたいですよ。10世紀中旬950年頃に完成したものなのに、昔の人の知恵ってすごいですね。だってこっち埋めちゃったら出入りできないじゃん。あ、いました。新しい感じがする。東払いと呼ばれる巨大貯水池に東メボンが建てられていたとはとても想像できないので、チャット GPT で想像図を作成してみました。水面に反射する寺院が太陽に照らされて輝いていて、
ゴールデンマウンテンと呼ばれていたのもうなずけますね。大回りの3番目、ターソンに向かっております。森林の中はとても涼しい。涼しいね。観光しながら暑くなるんだけど、やっぱりトゥクトゥクで体が冷えるのでちょうどいいと思います。どうも分かってきましたけど、カンボジアの天気は毎日天気がいいと乾燥してると、そんなに暑くない。ただ、雨が降ったりすると湿度がぐっと上がるんだよね。そうすると南国特有の蒸し暑さが来てます。だから今日は蒸し暑いです。ターソムにやってきました。こちらは以前僧侶たちが通う学校があったようです。今でいう大学でしょうか。ということはこれは校門ですね。なんか足元は結構赤土より砂という感じですかね。タソム寺院はアンコール王朝の時代12世紀後半に建設されたとされています。特にジャヤヤバルマン7世の治世下での建設が行われたと考えられています。アンコール遺跡の中でもタソムは比較的小さな寺院で観光客が多くないため、静かな雰囲気の中で遺跡を楽しむことができます。大きな寺院に比べてゆっくりと見学しやすい場所ですよ。寺院内にはヒンドゥー教と仏教の影響が融合した彫刻が見られます。天女アプサラ像や仏像があり、宗教的な多様性が感じられる場所でもあります。建物はアンコール遺跡群特有の石材で作られ、巧妙な彫刻や彫り物が随所に見られます。これらの彫刻は当時の文化や信仰を物語っており、歴史的な価値が高いです。かなり大きいです。まだ奥にもあります。あった木が。この門が東門です。この裏は根を張っていて、裏から見るとこういう感じでしょうか。特徴の一つに挙げられていたのがこの門ですが、長い年月をかけて寺院の石造りの門を包み込んでおり、自然と人間の手による建築が調和している美しい光景を作り出しているそうですが、現在の姿はちょっと違っているような気がしました。もう切り取られちゃってて。何の花？ハイビスカスレッドカーネーションという珍しい花でした。ガジュマルの根を見るたびに驚異の生命力を感じます。200メートル ×250 メートルの塀で囲まれていて、当時はここに1万人が暮らしていたと言われています。1000年もの月日が過ぎていますので、敷地内はジャングルと化しています。この近くにはお土産村があります。ここ沈みます。モコモコモコってすごい、ね、歩くと。はい。ソータムの反対側、道を挟んで湖があります。はい、次4か所目、ニック・ホアンという水上テンプルに移動します。今ここの湖を通った反対側ですね、反対側にあるそうです。今移動5分ぐらいの予定です。
ネコポアンテンプルに来ました。ここは水上テンプルと言われておりますので、この池を渡った向こう側にあります。はーい。では行ってみましょう。すっごい。OK、大丈夫？大丈夫。はい。はNo。い。No。ジャパニーズ。ちゃめちゃありがとう。パありがとう。ッコーンでしょ。味の音。はい。はい。絶対言う。ニャックポアン寺院は特にそのユニークな立地と水に囲まれた寺院として有名です。この寺院はジャヤバルマー7世の治世中12世紀後半に建設されました。寺院はもともとヒンドゥー教の寺院として建てられましたが、後に仏教寺院としても使用されました。ああ、綺麗ですね。おー、いいね。ニャックポアン寺院は他のアンコール遺跡群とは異なり、水域を中心に設計されているため非常にユニークな構造をしています。池の中央には4つの小さな池が放射状に配置されており、これらが一つの大きな池へとつながっているデザインは当時の建築技術の高さを示しています。この辺でも涼しくなってきた。まだ奥に続いていますよ。近くに広がる森林や自然景観が寺院と見事に調和しています。特に雨季には池の水位が高まり、寺院全体が水面に映る美しい景色を見ることができます。でもさ、水辺に映ってるよね。帰り道です。もう今日大回りで4つ見てしまいました。あと1つです。あと一つ午前中で終わっちゃいそうです。ここはトイレに行くにもお土産通りを頑張って突き抜けていかなくてはいけません。買い物に来たんじゃなくてトイレに来ただけです。同じですね。次はブリアカン、はい、大回りの最終後5目的地つ目です。はい、ブリアカンに移動します。今時間は11時半ぐらいですか。はい、11時13分です。だからさ、涼しくなるよね、一回。一旦ここでクールダウンができると。もう遠いよ。だんだん分かってきました。道路にこういう赤いパイロンが置いてある場所がだいたい観光する場所のようです。多分ここがね、ブリアカンだと思います。そうですね、間違いないです。ハンモック出してるってことは結構こう遠いのかな。はい。ブリアカン寺院に来ました。ここはギリシャ風の建築がある場所です。なるほど。ジャーネ君ありがとう。ブリアカンはジャルバルマン7世の治世下で12世紀末に建設された大規模な寺院跡です。この寺院はヒンドゥー教と仏教が融合した宗教的な象徴的存在としても知られています。名前のプリアカンは神聖な剣の寺という意味があるとされ、当時の王の権威と神聖さを強調したものです。ガルーダを抱えている、手がすごくたくさんある。抱えている種の像はもうちょっとなくなっておりますが。おーい、ジャーネ君、これはナーガだってば。ガルーダじゃないんだよ。アンコールトム南大門と同じ建築様式で作られたようです。欄干はナーガの胴体を持った像が並んでいます。こちらもガルーダですね。まだまだ奥までありますね。だってハンモックしてさ、寝てた人いた。すごい静かにしてる。
プリアカンは周囲のジャングルに埋もれることなく保存状態が良好です。多くの彫刻や建築のディテールが残っています。寺院内ではアプサラ像をはじめとするヒンドゥー教や仏教に関連する彫刻が数多く見られます。特に回廊の彫刻や塔のレリーフは細部まで精密に彫られております。当時の芸術と信仰を垣間見ることができます。寺院は大きな外壁で囲まれており、その中にいくつかの門が設置されています。これらの門には精緻な彫刻が施されており、寺院内への入り口として重要な役割を果たしています。寺院中央には巨大な礼拝堂があり、その周囲には僧侶や信者のための施設や回廊が広がっています。お、あっちまで続いてる。よいしょ。すごい、ずっと向こう。大きいね。何か像があったようです。奥までずーっと続いています。多分左右に、東西南北指しています。ここは水を扱っていた場所のようです。スイーパーがあります。ここがプリアカンの中心で、東西南北に回廊があります。ここから西門側に歩いてみます。ギリシャっぽいじゃない？ここも少しギリシャ神殿っぽい感じはしますが、果たしてどうなんでしょうか。見てください。あ、ちょっと光って見えないかな。もうぴったりです。こちらは西門です。西門から見ると完全に東まで抜けております。私たちは北門から入ってきたんですね。中心まで戻って東門側に歩いてみます。当時の朱色が残っているんでしょうか、これは。だとしたらすごいことだ。ところどころに保存状態の良いレリーフがあります。今東門に向かって歩いております。アプサラダンスを踊るレリーフが見える場所でしたが、撮影が失敗しました。西門の雰囲気はちょっと違うかな。朱色になってるんで塗られてんじゃない？当時の図書館だったと言われる建物です。ここはギリシャ神殿っぽい作りのところです。柱が円柱で三角屋根なのでそう見えるのかもしれません。これは東門の方ですが、ここもね、もう木切られちゃってますけど、もうすごい根が張っておりましたね。プリアカン寺院は周囲のジャングルの中に位置しており、自然と建築が見事に調和しています。特に池や水路、木々に囲まれた寺院の姿は非常に神秘的で美しいです。多くの観光客が他の人気の遺跡を訪れる中で、比較的静かで落ち着いた雰囲気が保たれているため、じっくりと遺跡を楽しむことができますよ。大回りコース、最後プリアカンを行ってきました。今8時から出発して現在12時半です。結構ね、蒸し暑いんでパツパツ動いてもかなりちょっとね疲れが出ますはい。段差が多いからね、それは大変だなっていう感じ。プリアカン結構広いです。広いです。はい。ではランチかな。次は。はい。はい。ティムさんを探しましょう。ティムさん、ティムさんあそこじゃない。畳んでる寝袋。これどうせ。いや、フィニッシュ。はい。アンコールワット行く前に、ランチ行きますが。行きます。はい、1ドルのコーラ。お店で買うと 0.5 です。0.5 だから倍ですけど、まあいい方ですね。それぐらいだったら。ロックラックのチキンにしました。7ドルです。はい。
フルーツなんか無料でサービスできました。2回目だからかな。紹介してほしい。アンコールワット2回目です。はいリベンジ。今の時間は13時47分です。あ、明日なんだろうね。出汁の車みたいのがあります。出てます。お祭りの準備をしております。はい、もう一度歩いていきましょリベンジよく分かんなかったもんね。ガルーダ。そればっかりしか言わない。ガルー、知ってる単語並べてるんだよ。はい、そうです。でもこちらはナーガですよ。たくさんのガイドさんの前を通ります。第一回路を反時計回りに見学していきます。はい、西側から順番に通っていきます。はい。第一回路は4辺で約800メートルの壁面レリーフがあります。できるだけわかりやすいように概要を説明してみます。ここはパーンダバ軍とカウラバー軍がオーズをめぐって18日間戦った戦争の様子が描かれています。見どころは戦車や弓や剣、象の軍団、まさに激戦の場面です。左右からそれぞれの軍が進行して中央で交戦する構図となっています。この戦いをどう解釈していいかチャット GPT に聞いてみたら、戦いは避けられない。でも正義を貫く勇気が大切だ。という教訓のようです。皆さんはどう思われましたでしょうか。では駆け足で次に行きましょう。南側の回廊はクメール帝国の軍隊のドキュメンタリーとなっています。アンコールワットを建てたスール・ヤバルマ2世が最強の軍隊を率いる様子など、象に乗る王様、鎧を着た兵士、長い槍を持った軍隊、超リアルな戦争の様子が描かれています。このことからアンコールワットが単なる宗教施設ではなく、王権の象徴であったことがわかります。ここまでは日本人にとって馴染みのない物語ですが、次からちょっと興味ある話になっていきます。さあ、超駆け足で次に行きましょう。ここからは死後の世界、天国と地獄が描かれています。上段が天国、中段が裁きを待つ世界、下段が地獄です。死者の善悪を裁く閻魔大王、地獄に落とされる人々。東側回廊は神々対悪魔の大バトル、入海各藩のお話です。入海各藩とはヒンドゥー教における天地創生の神話です。神々と悪魔が協力し、巨大な蛇を網にして海をぐるぐるかき混ぜます。この場面は50メートルの大絵巻です。ビシュヌ人が中央で采配を振るってます。各藩の結果、女神や神像が誕生し、神々が不老不死の霊薬アリムタを手にすることになります。上部には各藩で生まれた天女たちが空を舞ってます。この話、何かに似てませんか？海を矛でかき混ぜ、滴り落ちた海水が固まって日本の国土ができたという神話ですね。神猿ハヌマーンも神々側を手伝っていますね。最終的には神々が勝利し、不老不死になるという結末です。東面北側はビシュヌ人とアシュラの戦いを描いています。ここから先、東面北面のレリーフは後の16世紀に施されたものです。これまで見てきた壁面とは作風も異なり、彫りが浅くなっています。物語の主人公を探してみましょう。主人公ビシュヌ人がガルーダに乗っかって戦っている場面です。北側回廊は愛する人を救えラーマ王子の大冒険というタイトルです。
魔王ラーバナによって美しいシータ姫が誘拐されてしまいます。ラーマ王子が最強の猿ハヌマーンと共に助けに行きます。クライマックスはラーマ王子が神の宮でラーバナを打ち倒す場面でしょうか。猿ハヌマーンは空を飛び、敵を投げ飛ばし火をつけて大暴れです。ハヌマーンは西遊記の孫悟空のモデルになったとも言われています。そう思うと物語が身近に感じてきますね。どんな困難があっても愛する人を守ることが真の勇気と物語っているようですね。猿神ハヌマーンに乗って弓を放つシーンがたびたび出てきます。悪を倒す定番ポーズのレリーフのようですね。西面北側まで戻ってきました。ここはラーマ王子率いる猿軍団と魔王ラーバナの軍隊の戦いです。この面は11世紀に彫られたレリーフなので彫りが深く立体的に見えます。ここでも孫悟空ではなくてハヌマーンが大暴れしています。大胆にも獅子と戦っている様子や馬に噛みつく場面が描かれています。個人的に興味を引く場面だけを説明してきましたが、知れば知るほど妄想が膨らむアンコールワットでした。お疲れ様でした。12世紀にはすでにクメール語はありましたが、読み書きできる人は数%だったようです。よってこのような壁画の物語で伝えてきたのですね。さあ2度目登ってみましょう。はい。鍛えてきましたからもう全く怖くないと思います。はい、登ります。はいよ。登ります。そんなことないか。本当密林の中にある感じはします。人たち。工事現場の人が修復してる感じですね。ということは出来上がりが。2回目なので軽く一周見学して降りることにします。第3回廊の様子は以前の動画をご覧ください。最後だけは頑張ります。見てきました。2回目見てきました。なんか思ったより1回目よりは小さく感じましたが、よく歩きました。はいなかなか海外のこういった観光地をですね1回の旅行で2回訪れることはないですけどね。ないけどなんかすごく見どころがあるんじゃないかと思って。壁画はですねちょうど観光客がいなくて、一周全編撮ってきました。こんな YouTuber はいませんね。はい。ちょっと雲模様が悪くなってきました。なんとか天気が持ってよかったなと思ってます。湿度が高い今日は。こちら側の臨時の橋からメインの参道を見てみましょう。ちょっとこれふわふわしますね。浮いてる。フローティングだ。フローティングですね。あ、ふわふわする。ねえ。さっきちょっと歩かないとか映んないです。そう。映ってないじゃん自分ばっかっていうか。いやそんなことない。いいよ。引いて。引いて。操り人形みたいな。はい、今アンコールワットを満喫してトイレも済ませて出てきました。約やっぱり2時間ぐらいかかりました。結構疲れました。はい、今日も多分15000歩ぐらいは歩いてるかと思います。歩いてると思います。これからティムさんのトゥクトゥクに乗って来た来た。ホテルにどんどんまだまだ入ってきますね。入ってきた来た。ティムさんが来た。ティムさん来た来た。
はい、サンキュー。はい、ただいま帰りました。あかん。ティノさんに冷えたお水をたくさんいただきました。ありがとうございました。バックホテル。はい。はい。3日間お世話になったティムさんです。とっても良かったです。ちょっとね、気を使ってくれたりして、すごく嬉しかったです。YouTube の概要欄に、ティムさんのインスタグラムを載せておきますので、もし利用したいなという方は、事前にティムさんに、英語になりますけど、連絡してみてください。はい、ティムさんので、回答してくれるそうです。トゥクトゥクです。楽しいです。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。おっかん。さあ、どうでしょうか。ダメかな。はい、ここです。さんもう一回来ましたって。2回目と言ってました。あの人たちも入ってくるんだよ。いいよ。ここはすごくおすすめです。この値段でこのサービスはないって感じがしますので、ぜひ来てください。今アロママッサージよくできました。90分、すごい良かった。10ドルです。ただ、終わった後に、ウェットタオルは出てこないのでこれはこっちのあれなんだな、きっとね。アロマオイルベタベタでいきます。はい、買います。最後の晩はクメール定食をします。クメールテイストします。違いないです。入ります。乾杯。皆さんも乾杯。うまい。はい、料理が揃いました。はい。ハンモック 2.5、巻きが 1.5。で、チンゲン菜が2です。今日の夕飯です。いただきます。ハンモックの中見てみましょうか。はい。いただきます。ハンモック初めて食べるよ。どっかで食べた味だね。なんとなく。今日頼んだハンモックはカンボジアの伝統料理です。食材とスパイスをミックスさせたもんですね。カレーとかココナッツミルクを混ぜて卵でとじた料理です。ご飯と一緒に食べると美味しいそうです。食材は野菜の他に魚とか肉とか選べますが、今回は魚にしてみました。魚臭みないね、全然。魚はそうですね、臭みがないです。そしてご飯と一緒にシェムリアップ最後の夜はこの人気店で食べてきました。ビザカードが使える唯一の店です。こんな安いのに。すごい。手数料取ってない。やはり皆さんが紹介してるだけあって、すごいね。成功店です。はい。美味しいです。来てください皆さん。ナイトマーケットだよ。渡るよ。ナイトマーケット突っ切ります。橋を渡ります。夜は結構人が来てる。ああ、すごいね。この雰囲気を味わいたいっていう人たちがやっぱり。はい。じゃあこの本屋みたいな橋を渡ります。はい。次回の動画はシェムリアップからプノンペンへ行きます。サービス最高のバス移動の様子。そうきたか。プノンペンでのぼったくりトゥクトゥクやプール付きホテルなどの紹介です。旅の情報が詰まった内容になっています。ぜひ次回もご覧ください。コメントもお待ちしております。